こんにちは、ちえいです。今回の選択肢はこちらの3枚になります。絵柄から何かエネルギーを感じる方ですね。お選びください。気になる選択肢いくつかあったら全部見てから自分に必要なメッセージだけ受け取っても構いません。では、お選びください。はい、それでは A さんですね。カードこちらに置いておきます。まず最初に今のお相手さんの現状を見ていきたいと思います。ジャンピングで出てきたカードもちょっと採用しながら見ていきます。はい。もう絵柄からわかりますかね。お相手さんすごく今充実している生活を送られているのかなっていう感じです。例えば仕事で目標にしていることがあれば、それをもう掴んでいるとか、もう掴むところにいるとか、何かをゲットするところ、またはすでに手に入れている。充実した私生活を送っているお相手さんっていうのが入ってきますね。もしかしたら一部だと思うんですけど、すでにお相手さんに誰か他の相手がいる方も一部多分いらっしゃるかもしれない。けれども、物質的にも特にね、お金面だと思うんですけど、物に困ってない、不自由してないお相手さんっていうのが現状では見られますね。ちょっとその幸せっていうか充実した私生活の中にも、ちょっとね、時々考える時間はあるみたいですね。何か思いにふけってるお相手さんっていうのもちょっとカードから出てますね。っていうのがまずお相手さんの現状かな。ただ何かすごくお仕事か活動か充実して日々邁進してるっていうのが出てますね。はい。じゃあまずお相手さんの現状。光で反射しちゃうかな。じゃあここに置いときますね。そしたら、じゃあ今の A さんですね。A さんのちょっと現状だけもちょっと出しますね。はい。そうですね。やっぱり A さん的には、スタートさせたい気持ち、この恋をね、成就させるで今見てくださってると思うんですけど、すごくお相手さんに対する気持ちがあるんだけど、どう表現していいか、どう伝えていいかわからない。むしろ伝えていいのかもわからない。けれども、A さんはお相手さんのことをすごく思っていらっしゃるんじゃないかなっていうのがカードにも出てるんですね。どうしていいかわかんないから人に聞きたいんだけど聞けない。っていうカードも出てます。本当はね、素直に好きだよとか伝えられれば一番いいんじゃないかなって思うんだけれども、現実的にね、いろいろ難しい状況ってあると思うので、ただね、A さんが思っているっていうのは、このカードからもわかるようにね、出てくれています。では気を取り直して、ちょっと猫が入ったので止めました。じゃあまずお相手さんの現状と、今見てくださってる A さんの現状ですね。を簡単に見ました。じゃあ、A さん的には多分この行為を進めていきたいと思っていると思うので、このね、恋を成就に少しでも近づくために必要なこと、ちょっと見ていきたいと思います。よいしょ。これ。はい。ちょっともう一枚出していいですか？はい。で、どうしようかな。お二人の未来、ちょっともう出していいですか？お二人のご関係性っていうのも、ちょっと、簡単に出そうかな。
はい。じゃあ見ていきますね。今やっぱり A さんがこう考えているんじゃないかな。これもね、カード出てきてるんですけど、おそらく結構お二人のご関係性、過去ですね、今までを見ると、なんて言うんだろうな、一定の距離がありつつも、すごくいい関係を築いてこられたんじゃないかなっていうのが出てるんですね。この平和そうなカードも出てるんですけど、例えば近いご関係性だったとしても、離れてたとしても、こうすごく良好な関係、お互いをこう、例えばですけど、お友達でしたら尊敬し合える感じとか、こう尊重し合える、すごくいい関係を今まで築いてこられた。で、そこで A さんが多分ね、気づいてしまったんだと思うんです。好きとか、この人を手にしたいとか、自分のものにしたいとか、お付き合いしたいとかですね。っていうことにこう気づいてしまったって言ったらそうだけど、ちょっとね、こういう気持ちが芽生えてきた現状っていうのが出ていて、ただね、このカードがすごい良くて、1から始めるっていうカードが出てるんですね。これからのカード、未来のカードなんですけど、だから、ごめんなさい、カメラちょっと回しますね。大丈夫かな？はい。なので、はっきり言うと、お二人の関係性、この恋は成就するかで見てくださってると思うんですけど、成就する可能性大だと思います。これ、両手広げてるんですけど、何かチャンス、幸運が巡ってくるようなカードが出てるんですね。ページのイヤー、始まりのカード。なんですごくスタート的には、これからの二人の関係性はかなりいいですね。ここに置いてきますね。で、A さんに必要な、その恋を成就するためにですね、必要なことで引いたんですけど、ちょっと今ね、A さん自身が、このカードもそうなんですけど、守りに入っちゃっているのかな。ちょっとね、周りを警戒しすぎているところがあるのかなっていう感じがします。これね、ありのままでいいよっていうカードが出てきてくれたんですね。両方とも結構そういう意味合いが似てるところがありまして、自分の表現、感情を出していくとか、ありのままであなたは素晴らしいんだよっていうカードが出てるんですね。A さんの良さっていうところが、ちょっと今考えすぎちゃって閉じ込められちゃってる状態っていうのが出てるので、あまりね、ネガティブに考えすぎず、落ち込まず、思いはね、すごく思ってらっしゃると思うんで、もうちょっとね、今ね、考えすぎちゃって A さんの良さが存分に出し切れてない状態なのかなっていうのが出てるんで、まずはあまり、周りを警戒しすぎず、ちょっと考えすぎないことが大事かなっていう感じはしますね。そしたら、どうしよっかな。A さんの魅力っていうのかな、お相手さんからちょっと聞き出そうかな。A さんのどんなところがいいのか、お相手さんからよいしょ、聞いてみたいと思います。かな？はい。なんかね、落ち着くらしいです。A さんの雰囲気が、なんか言葉がなくてもゆっくりできる。落ち着いていられる。これも似たようなカードですね。今ジャンピングしたの取ったんですけど、A さんを見ているだけでほっとする気持ちになる。そんな雰囲気、オーラを持つ A さんみたいですね。とにかく落ち着く。もうお家とコップでも紅茶、落ち着くしかない雰囲気出てるんですけど、もうお家のような
落ち着く存在。一緒にいるだけで。というかね、遠くから見てる。もう A さんがそこにいるだけで落ち着く雰囲気が流れ出てるってお相手さんからいただきました。みたいですね。ちょっとそしたら、お二人が、どうしようかな。いつ一緒になるか、ちょっと聞いてもいいですか？結構ね、結ばれる確率が高い感じするんです。いつ一緒になるか。今すぐには無理かもしれないけれども、ちょっとずつ2人の関係性が進んでいくっていうカード出てます。ごめんなさい、落ちちゃった。これ、縫い合わせていくっていうカードなんですけど、すごい上向きに、こう、どんどんちょっとずつだけれども良くなっていく関係みたいです。すごくいいですね。今はね、もしかしたら離れているかもしれないけれども、じゃあそんなお二人が一緒になったら、どんなカップル、関係になるのか、ちょっと聞いてもいいですか？なんか今、いい恋愛の進み方を進めている感じがするんですけど、今はね、ちょっとね、近くにいないかもしれない。手が届かないかもしれないけれども、これは時が経てばおそらく一緒になる確率っていうのはかなり出てるますね。そんな2人が一緒になったらどんなカップルになるか。すごい、ジャンピングがすごい出てきた。ちょっともう一回シャッフルします。これかな。2人で、なんかお家のカードとかリラックス系が多いですね。2人が一緒になったら、2人だけの落ち着く場所を築き上げれる関係性になるみたいです。周りの人とこう、社交的にね、過ごしたとしても、2人だけの帰る場所とかっていうのがお互いの存在みたいです。これもジャンピング。その2人の、もうね、お家があるなしに関係なく、2人が一緒にいるこの空間が、お互いが落ち着くお家で、そこで2人ともパワーチャージするみたいです。すごい癒しのカップルっていうのかな、なんだと思いますね。このカードから出ているのもそうだし、いいですね。落ち着いた感じのご関係性。おそらく A さんの内面っていうのかな、本質のところがすごくどっしりとした感じなのかな。だからそこにお相手さんもこうマッチしていく、お二人が一緒になることでさらにこう二人の安定した世界、落ち着く関係性を築き上げることができるんじゃないかなっていうカードが出てますね。ちょっとこのエンジェルカード、A さんを守っている天使から A さんに、今の A さんに必要なことをもらいたいと思います。かな。すごい。A さんは一人じゃない。守られているんだよって言われてますね。だから A さんが強く願うのであれば、おそらく今までも A さんが願った通りに結構叶ってきたんじゃないのかなって思います。A さんがこうなりたいって強く願えば、そこに働き系がこう動いてくるみたいですね。だから今も A さんが信じる気持ちがあれば、そこに必ず助けがあるし、時が動いてくるっていうことは言われてます。
ちょっと伝わるかな？なんかすごく、ちょっと現実的な言葉じゃなかったかな大丈夫かな？伝わりますかね？うん。ちょっとじゃあ、そしたら、お相手さん、一緒になったとして、その未来のお相手さんから今の A さんにちょっと何か一言あれば、もうね、日々の生活の中で心がけ、思い次第でもう目の前の起こってることって変わってくるんですね。A さんがこうなりたいと思えば、そこに近づく未来っていうのは出るし、やっぱりイメージとかこう信じる、思うっていうのが大事みたいですね。何かお相手さんから動きがありそうな感じするんですよね。A さん的にはこう、待つカードっていうのかな。そのままで A さんはいいんだよっていうのがたくさん出てきたので、A さん自身が充実した毎日を送っていれば、お相手さんからこう何か働きかけ、ちょっとしたこう動きが入ってくるんじゃないかなっていうのが出てるので、これまた違う動画でちょっと出したいなって思うんですけど、今の現状としては、A さんはポジティブに信じるっていうことが必要みたいですね。今はね、ちょっとね、寂しいかもしれない。一人で不安かもしれない。先が見えないから。でもね、あなたの信じる力っていうのがすごくパワーが込められてる、秘められているので、一人じゃないっていうことですね。最後のメッセージ受け取ったので、何かね、参考になることだけでいいので、よかったら受け取ってください。最後まで見てくださってありがとうございます。それではこちらのカードをお選びいただいた A さんですね。またどこかでお会いしましょう。バイバーイ。それでは B さんですね。選択肢のカードをこちらに置いておきます。まず最初に B さんが成就させたいと思っているお相手さんの現状から見ていきたいと思います。そしてこちらが B さんの現状ですね。ちょっと見ていきたいと思います。まずね、お相手さんの現状で入ってきたのが B さんよりも立場が上の人っていう可能性はあるんじゃないかな。ちょっとね、大多数の方が見てくださってると思うんですけど、B さんよりも例えば年上、年配とか、同じ会社なんだけど上司とか、経験が豊富っていう感じじゃないかなと思いますね。でもうすでに会社で立場がある方もいらっしゃるかもしれないですね。ちょっと一部だと思うんですけど、ご家庭がある相手にっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。で B さんのエネルギーとしてはすごくいいんですけど、最初ジャンピングカードでシャッフルしてる時にビヨーンって飛んできたんですけど、これね、何回も出てきたんです。これ3回目で今やっぱり取ったんですけど、B さん的には始めていきたいとか、ポジティブな面で言うと、すごく気持ちはある。もう、お相手さんとスタートしたいって思うんだけれども、その方向性っていうのかながどうしていいのかわからないところにあるのかな。例えば、スピード感のあるカード、これもそうなんですけど、すごくエネルギーはあるんだけど、エネルギー、B さんの思いが強すぎて、こうどう表現、どう伝えていいのかとか、どういう風にこう持っていっていいのかがわからないっていうのもあるのかな。ちょっと今ね、そういうちょっとわからないっていう状況、
どうしていいのかなっていう状況が出てるんですけど、これが逆位置なので、もうすぐでそこ抜けるっていう感じするんですね。で、太陽も出てるし、B さんのエネルギーとしてはもう出発とか熱い思いが強いはずなんですけど、ここがね、もうちょっとで抜けそうな感じがする。やっぱちょっと何か引っかかっていることがあるのかな。ここもらっていいですか？ B さんのちょっと何か引っかかりがあるのかな。補足でもらいたいと思います。多分ね、見てくださってる方、いろんな方いると思うんで、お相手さんにすでに別の方がいらっしゃるとか、B さん自身がちょっと届かないだろうなって思ってる方とか、いろいろな方がいると思うんですけど、私はその恋を B さんの気持ちがあるなら応援したいと思ってるので、これかな。やっぱり気持ちとか熱意はあるんだけれども、それをどこに合わせていけばいいのかわからないのかなっていうのが出てますね。何かね、目的とか目標が定まっちゃえば B さん的にはガッと進めるんじゃないかな。進めることができると思うんですけど、そこがね、やっぱ恋愛ってちょっとお相手さんもいることだし、どう進んでいいかわからないっていうのがちょっとカード出てますね。じゃあ、これ、こっちに寄せといて。そしたら、お二人が一緒になる未来というか、お二人のご関係性ですね。それぞれの今、エネルギー状態で状態を出したんですけど、お二人の関係性でちょっと見ていって、その恋を成就させるのに必要なことをもらいたいと思います。カード大きいとシャッフルがやっぱり大変なんですけど、はい。すごい。A の方もね、エース出たんですけど、未来で。B さんもそう。A さん、もしかしたら B を選びいただいた方、A の選択肢もちょっと見たら参考になるかもしれないです。やっぱり B さんの動き出したいっていう気持ちが強いのかな。で、ここで2人でね、始めるっていうカードが出てるんです。今までは届かない、もう思うだけで、お互いが近づく感じではなかったのかもしれない。けれども、何か動き出したかった。カップの9を表すカードなんですね。進みたいけど進めない。で、今2人の気持ちがちょっと交わりつつある方もいらっしゃるのかな。Two of Air。今ちょっとどうしていいのか、お互いがお互いを探っている感じ。で、ここで新たに始めるっていうカードが出てるので、しかも熱意、あったかいカード。なんかすごい情熱的なお二人になるんじゃないかな、一緒になったら。っていう感じがしますね。じゃあ二人がカップルに結ばれたとして、どんなカップル、ご関係性になるか、ちょっと聞いていきたいと思います。はい。これ、どうしようかな。こっちも出しますね。こっちだ。ちょっとこっちのカードが読んでる感じだったので、こっちにします。はい。お二人が結構似た者同士
っていう方もいらっしゃるかもしれない。例えば、愛情表現をすごくする B さんであれば、お相手さんもそうだし、二人がこう、与えられる、すごくこう、並立、均等、バランスが取れた関係性っていう感じになるみたいです。だから、片方が忙しくすると、お相手も忙しい。片方が休むと、お相手も休む。このサイクルの時が、お二人の時がすごくマッチするみたいですね。すごい、いいですね。じゃあ、どうしようかな。ちょっとお相手さんが結構、お相手さんから何かメッセージあるかな。お相手さんから B さんの素晴らしいところ、いいところ、魅力的なところ、ちょっと聞きたいと思います。ちょっとお相手さん、教えてください。すごい美しいのカードが出てます。B さんは気づいてないかもしれないけれども、B さんに美しいところがすごくいっぱいあって、お相手さんはわかるみたいです。その B さんの素晴らしさ。まだ B さんが気づいてない、発見できてない良さがあるみたいですね。すごい。これね、自分では気づかない良さがあるっていうカードなんですね。で、お相手さんが言ってるってことは、お相手さんは分かってるんですよ。B さんの素晴らしいところ。B さんがまだ見つけてないところでね。すごい。どんなとこだろう。そしたら、お二人が一緒になったら、なんて言うんだろうな。すごくエネルギーが強い二人っていうのかな。情熱的な二人じゃないかなって思うんですけど、お二人が一緒になったら、どうしようかな。何聞こうかなと思って。お二人が一緒になったら、どんな愛情表現をするか、ちょっと聞いてもいいですか？なんかね、すごい、すごそうな感じがするから、ちょっとそこだけ。はい。なんか、貯めて言うみたいです。普段から毎日こまめにこう愛情表現するっていうよりかは、貯めて、で、爆発して、お互いこう、気持ちを確認し合うっていうのかなみたいですね。じゃあ、この恋をね、成就するために、今必要なこと A さんじゃない、ごめんなさい、B さん、もらいたいと思います。ちょっともう一枚出しますね、他のカード。ちょっとエンジェルカードで B さんを守ってるエンジェルからも必要なメッセージあれば。はい。イエス。嘘。何がイエスだろう。これもね、モーション動くっていうカードが出てるんです。もう、告白とか愛の気持ちを伝えるなら、今っていう人もいるかも。イエス出てるから、もう B さんが
ここだって思った時で伝えちゃっていいかもしれない。タイミングがね、多分来るはずだと思うんです。そのタイミングでもう動く。でもこれも踊ってるし、これもコース、お馬さん嘘。ちょっと参考程度に、いつ、いや、B さんがここぞというタイミングでいいと思うんですけど、なんか動けっていうカードが出たんで、このね、選択肢もそうなんですよ。もうね、動き出そうとしている感じは伝わってきてたんですけど、ちょっとね、参考程度ですよ。いつ、もし B さんから言った方がいいなら、いつ伝えた方がいいか。いつ告白したらうまくいきやすいのか。ちょっと、ジャンピングで3が出ました。春夏？暖かい時期。あと昼間？お昼とか朝とか。叶いそう。ちょっと待って。エース。やっぱり始めていくのかな？このご関係性。アドバイスとしては、もう今ね、リアルタイムで見てくださってる方、今春だと思うんですけど、春夏、または午前中とかお昼タイムがいいかもしれない。あとは、なんか休み時間って聞こえるんですね。休憩時間とか、学校のお休み時間とか、会社の休憩中とか、相手が休んでる時とか、カードかなが出てますね。で、何か告白することで、ちょっとしたラッキーがありそうだし、エース、形になっていきそうなカードが出てきてくれましたね。エースのコインなんですけど、すごい。ちょっと待って、もしかしたら動いた方が良さそうな人もいるかもしれないです。ちょっと参考程度に、もし必要なメッセージだけ受け取ってほしいんですけど、参考になれば嬉しいなって思います。じゃあそれでは B さんのリーディング以上にしたいと思います。ちょっとね、勇気出してみて動いてもいいかもしれないですね。はい。それでは B さん、またお会いしましょう。最後までご視聴いただいてありがとうございます。じゃあ、バイバイ。はい、それでは C さんですね。選択肢のカードこちらに置いておきます。お相手さんのエネルギー状態を出していきます。ちょっとジャンピングのカードも採用しました。で、C さん自身のエネルギー状態も、出していきますね。何か、お相手さん、今まで身動きが取れなかったお相手さんっていうのがいたと思うんですけど、そっから今こう動き出そうとしているところなんじゃないかな。で、あと C さん自身もそうです。たくさん選択肢とか他の人がいる中で悩みに悩んで決断を下すとか、悩んで、でもう決めて動き出すのかな。お互いがこう動き出そうとしているエネルギー状態っていうのは出てます。お相手さんの方が悩んできたのかな。で、C さんの方が、これを見てくださってる C さんの方が、こう楽観的に今まで考えてたんだけど、C さんも悩んだ、考えた。で、ちょっと考え方変えたとか、動き出す、そうとしているんじゃないかな。すごい、お互いがお互いに何か動き出そうとしている現状っていうのは出てますね。そしたら、二人の関係で、ちょっと見ていきますね。流れを。
この選択肢のカードからもそうなんですけど、C さんはすごくのんびりというか、こう、流れるままに、あるがままに、こう、どっしり構えてる感じなのかな。おー、すごいカードがジャンピングしてきました。C さんは結構楽観的っていうのかな。こう、あるがままを受け止められる方なんじゃないかな。ですと、ちょっと強いカードが、かなり強いカードが出てきますね。今やっぱりお互いが何かあるのかな。タワーのカードが現在で出てて、お相手さんからの思いが強いのかなっていうのが感じするんですけど、ただ未来のカード、2人の未来のカードが支え合う。お相手さんが多分 C さんのことを守りたいって思ってるんじゃないかな。ちょっとね、中には違うかもしれないんですけど、お二人が昔からつながってた？ちょっとハイヤーセルフで存在は認識していなかったんだけれども、ずっとつながってきてた。思い合ってた。で、今タワー、何か衝撃的なことがお二人にあって、これからは支えていくっていうカードが出てます。全部すごい強いカード出てますね。二人の共通認識というか、二人の過去、現在、未来で見たんですけど、すごい何か強い感じがしますね。ちょっとそんなお相手さんから、ちょっと待って、二人の関係、ちょっと待ってね、この二人の関係についてちょっと聞いてもいいですか？ほう。深い愛でつながってる二人の関係で出てきましたね。今まで結ばれたことがなかったとしても、守りたい。なんかすごい特別な関係な二人な感じがするんですけど、お相手さんがあなたを守りたいっていう気持ちがすごく入ってきますね。あと二人がもしね、結ばれたらどんなカップル、関係になるか、カードに聞きたいと思います。やっぱり、はい。ちょっともう一度。言葉にしなくても信じ合える関係とか、何かね、このお二人の関係性がすごくね、母性っていうのかな、父性、親子愛みたいな感じがするんですね。こう見守りたいっていう愛情が強い感じが伝わってきますね。見守っていたい。今までは遠くで見守ってたんだけれども、これからは近くで見守りたいっていうことがカードから言われてますね。すごく感覚的に何かをキャッチするお相手さんなのかな。すごくパワーが強い感じのカードがたくさん出てくるんですけど、続いてカード出していきますね。
はい。あと、お相手さんから C さんの好きなところとか魅力的なところ、C さんについてを聞きたいと思います。ちょっと待って、今カードをすごいバーって落としちゃったんですけど、その時に違うカードがこれ、ピロンってこれだけ表向いたんですね。なんだろう。お相手さんからすごい愛してるとか好きとか気持ちがちょっと強いみたいで。ここに一応置いときますね。なんでかわかんないけど見せてきたので。はい。はい。お相手さんから見た C さんの好きなところと C さんに必要なちょっとメッセージもらったんですけど、今もしかしたら孤立っていうのかな、一人でいる時間が多いのかもしれないんですけど、友達と過ごしてみたり、人のつながりっていうのかな、ご家族でもいいんですけどっていう時間を少し取ってあげるといいかもしれないです。何かこうつながりを感じる時間っていうのかな、人と友達とかっていう感じもするんですけど、ちょっと人とお茶しに行くとか、気分転換にこう友達とショッピング行くとか、何か友達と過ごす時間っていうのを取ると気分転換になるみたいですね。で、お相手さんから見た好きなところなんですけど、成長し続けるっていうのかな。そんなにね、激しいなんかこう大きな成長っていうあれじゃなかったとしても、何かこう突き詰めたり考え方的なものもそうですけど、進んでいく、日々の生活をコツコツこなしながらも何かに向かってこう進んでいくっていうところがすごく好きで、あと C さんが音楽が好きな方もいらっしゃるかな。その音楽を聴いている C さんの姿っていうのがすごく愛らしいとか可愛らしいで、そこにすごく愛を感じる、魅力的だなーって、チャーミングだなーっていうカードも出てますね。中にはね、ダンスやっている方もいらっしゃるかもしれない。そういう何かをこうやってる C さん、打ち込んでいる C さんっていうのがすごく魅力的なんだそうですね。で、お相手さんとのつながりを大切にしてくれる。多分人とのつながりを大切にできる方なのかな、C さんが。これやっぱり見えない絆であっても結ばれているっていう感覚。これ最後のカードなんですけど、お二人がこう離れていても一緒にいる感覚とか、見えない絆でこうがっちり結ばれているっていうのが伝わるみたいです、お相手に。そこがすごく C さんが好きだし、愛らしいし、安心する、その絆を感じることがみたいですね。最後にどうしようかな。なんかすごい、なんて言うんだろうな。お相手さんからの愛が強い感じがすごくするんですけど、二人の恋が進むかって聞いたんですけど、何か進みそうな感じしますね。ヒーリングが出てきてくれたんですけど、今はね、そういう友達とか他の時間を取ることを大事にしていれば、そこからお相手さんとつながっていく
みたいですね。今はちょっとね、だから友達との時間を過ごしたり、ちょっとこうリフレッシュっていうのかな。自分を癒す時間。やっぱり何か始まりそうな感じがしますね、お二人の関係っていうのが。出てるので、今はね、たとえ始まってなかったとしても、そこをね、信じてあげて、そういう信じる気持ちがお相手さんからも好きっていうのがもらったので、今はね、C さんの時間、友達と過ごす時間、自分の時間をすごく充実させていけば、何かこう成就、動きがあるっていうのは全体から出てますね。これも、これからクリエイト、作っていくっていうカードなんですね。なんかね、お相手さんからの思いが強すぎて、もうそこからスタートするんじゃないかなっていうのが出てます。ですね。っていう感じで、いいかな。ちょっと最後に、明日からできること、ちょっと直近で、今すぐに必要、すごいいっぱい出てきた。直近で今すぐにした方がいいことちょっとだけもらっていいですか？やっぱリフレッシュとか、あとは、お風呂、湯船に浸かることもいいみたいですね。今すぐとか明日からすぐできることとしては。とか、あとはお水をたくさん飲んであげるといいみたいです。はい。何か参考になることだけ受け取っていただけたらなと思います。それでは最後まで見てくださってありがとうございます。C さんの声が成就するように祈ってます。じゃあまたお会いしましょう。バイバーイ。